2026年上半期に私の心を震わせたアートベスト10、これを紹介します。アートな視点を楽しむ康介です。2026年上半期も500近くの展覧会を見ました。その中から毎日変化するアートだったり、積極的な人にしか見えないアートなどなど10個だけ選びました。いや大変でしたけど、振り返るのも面白いですね。広く世間一般に受けた展覧会のベスト10とかアーティストのネームバリューだったり、そういうのとは違う視点でもっと偏った超個人的なベスト10を紹介したいなと。なのであなたの知らない展覧会もあるかもしれないですね。順位はつけられないんで順不同ということで、あなたの心を震わせたアートもぜひ教えてください。それでは一つ目からいきましょう。チャンネル登録お願いします。フェルメールの真珠の耳飾りの少女はいつ見てもあの姿ですけれど、この作品は日々というか毎秒どんどん作品が変化していきました。一つ目はウルス・フィッシャー間違い探し展です。アーティスト本人そっくりのキャンドルが2体向かい合ってます。これはなんか度肝を抜かれたというか面白かったですね。けど面白いだけじゃなくって深く考えさせられた、そんな展覧会でした。これAI とこの作品について対話した様子も動画にしてますんで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。で、これは会期始まって1週間くらいの様子を以前動画でも紹介したんですが、この後終了直前、会期終了間際にももう一度行きましたんで、その時の動画はこちらです。もう頭が落ちてました。こうやって溶けるんだね。でも体は意外と残ってるんですよね。4月から7月までかな、3ヶ月ぐらいあったんですけれど、なんかもうスーパーマンのマントみたいに背中に羽が生えてるような、そんな風にも見えます。詳しくは、以前の動画をぜひチェックしてみてください。一つ目はウルス・フィッシャー間違い探し展でした。模様の中に人の顔が紛れてる。これは何を表現しているのか。京都グラフィー、京都国際写真祭で見たタンディウェ・ムリューのカモという展覧会です。カモっていうのはカモフラージュのカモだと思います。このシリーズではモデルの女性が背景に同化してる、そんな感じのすごいかっこいいって感じがします。で、これはケニアの男性中心社会において女性の声や存在がかき消されてしまう、そんな状況を批評的に表現してると。けど同時に完全には隠れてなくって、その女性の存在感っていうのは感じられる、女性のエンパワーメントというか、そんなメッセージも感じられます。単純にかっこいいですよね。京都グラフィー毎年行ってますけれど、ブラックアートというかアフリカのアートとかって結構なんかビビッドな色使いがかっこいいイメージがあります。で京都ということで、実際に京都に滞在して制作した作品も、商店街の方でも展示されてました。この商店街での展示も毎年やってて、ちょっと遠いんですけれど、これやっぱいいんですよね。やっぱ行きたくなっちゃいます。で、今回も本当にこれ素敵でした。京都グラフィーは、別の動画にまとめてあるので、他にもたくさんの展覧会行った様子をぜひチェックしてみてください。で、同じ京都グラフィーで、同じフェミニズムといえばこちらもありました。リンダー・スターリングの展覧会です。こちらはイギリスのアーティストでパンキッシュな感じだったり、コラージュだったり、こちらもとても素敵です。女性の地位だったり、フェミニズムについての展覧会です。で、これは今東京でも開催されてるんで、ぜひチェックしてみてください。
バーバリーチェックかと思ったらこれ、衝撃でした。2026年上半期に私の心を震わせたアート。3つ目は、笠原恵美子 DR2019 展です。これは大阪で見ましたけど、これすごいです。なんと、つけまつげでした。やばくないですかこれ。このつけまつげを並べて、こうなっているわけです。すごいね。女性のまつげが長い方が、パッチリしてる方が、女性として綺麗みたいな女性の美を定義してるルール。この規則正しくチェック柄になってるっていうのが見えない束縛のメタファーでしょうか。あるいは美しいものを見たい周りの人、その欲望とプレッシャー、なんかいろんなことを考えちゃいました。このキャッチーさと内容の深さ、そのバランスがとても好みです。で、同じ展覧会でこれもびっくりでした。印象的です。シベリア鉄道とか旧ドイツ国営鉄道など線路に様々な国の硬貨を置いて通過する列車にコインを引かせて、で変形したものを収集するっていうプロジェクトです。これ面白いですね。どう感じますか？まずシンプルに私はそんなことしていいのっていう、ちょっとなんか犯罪にならないのかなとか心配になっちゃいました。で、植民地支配のために富と権力を吸い上げるための鉄道に、その価値の象徴であるコインっていうのを引かせて、価値があるとされているコインを、ただの金属片にしてしまうと、無効化してしまうみたいなことかなと思います。面白いですね。で、そもそもコインを作るときにプレスして作ってるわけで、その時に、全て同じコインに、全て同じものに製造してるわけですが、この作家がまた鉄道でこのコインをプレスして今度は個性を与えてる、そんな風にも私には見えました。支配からの解放みたいな気もします。つまり人間の個性を殺そうとする植民地支配とその解放というか、これはもう植民地云々だけじゃなくって身近な世界の支配と解放にもつながるかなと思いました。鉄道とかコインをそういう視点で考えたことないんで、これはとてもインパクトありましたし、心に響きました。で、後で気づいたことなんですが、この笠原恵美子さん、実は東京国立新美術館で開催された2025年かな、時代のプリズム展でこんな作品を見てました。これも笠原さんの作品でした。これね、子宮がん検診をする女性に許可を取って撮影した子宮口の写真なんですよね。子宮の入り口っていうことで、性行為快楽の性と、もう一つの生きるの生、この中間の場所だということみたいです。女性には跡継ぎを産むことが求められるけど、一方で純血や低層を強く求められると、女性の快楽や性の欲求っていうのは不謹慎だと抑え込まれてきたけど、その性と性行為の性と生きるあるいは生まれるの性っていうのはつながってる一つの肉体なんだと、社会や男性の都合でそれを切り分けるなと、そういう表現みたいです。で、これ白黒で撮ってるんですけど、後からピンクに着色していって、このピンクっていうのがまた意味を込められていて、ピンクの二面性っていうのかな、社会においてピンクっていうのは可愛らしさ、女の子らしさみたいな、それを象徴する一方でいかがわしさ、性的なものみたいな、ピンク映画とか、ピンクっていう言葉が二面性を持ってると、この相反するイメージを同時に提示することで、社会が女性の身体に対して抱く身勝手なステレオタイプっていうのを揺さぶる、そんな作品です。これなかなかすごいよな。で、さらに驚いたのはもう一つ、この笠原さんの作品見てました。しかも2026年今年です。今
京都で開催された世界の理り、私たちの時代の美術っていう展覧会で見たキリスト教の献金箱の作品なんですよね。貯金箱みたいにお金を入れる穴が開いてると。ただそれだけで、これが何なのって感じだったんですけれど、この笠原恵美子さんは宗教を信仰するっていうことと金銭、つまりこの聖なるものっていう感じのこととお金という俗っぽいもの、卑しいもの、これが共存してるっていう矛盾があるんだということを言ってます。これ最近だとなんか統一教会の問題とかね。で、さらに献金箱は女性に見えるということも言ってます。それがきっかけ、この作品のきっかけだったそうです。お金を入れる穴を彼女は女性器と重ね合わせてます。これはなかなか思いつかないな。社会が求める女性像として、文句も言わず従順に従う命令を受け入れる、身を捧げる感じが献金箱に重なるっていうことなんだそうです。というわけで、笠原恵美子さん、まつげの作品、あるいはコインの作品も良かったんですけど、そこから派生してというか、他でも見た笠原恵美子さんの作品を思い出したり、考えたり、調べたり、とても心揺さぶられました。女性性といえばアンチアクション展もこの2026年上半期に見ました。東京と神戸と愛知で開催されましたね。これは別の作家さんですが、女性の作家さんの作品ばかり集めたもので、ジャクソン・ポロックに代表される絵の具をまき散らす豪快さや力強さといった男性性と結びつくアクションの概念に批評家たちが反応したことで、逆に女性のアーティストが注目されなくなっていたと。で、その時代の女性の作家の作品を集めた展覧会でした。これまたね、別で動画で紹介できたらいいなと思ってます。では4つ目。これはもしかしたら積極的な人にしか見ることのできないアートかも。はい、2026年に私の心を震わせたアート。4つ目は、飯川武弘さんです。アートを見に行ったのに、そこに何も展示されてないっていう。で、誰かのバッグが置いてあるだけ。こんな展覧会行ったら、なんかね、何も知らないと準備中かなとか、帰っちゃう人もいそうですね。飯川さんの展覧会を何度も体験してるんですけど、やっぱり面白かったです。天王洲で開催されたデコレータークラブ、重いバッグの中身。この展覧会は壁を押したり、ハンドルを回したり、見た目より重いカバンを運んだり。飯川さんの作品はいつもなんか説明がないんですよね。だからそれがワクワクしつつも、ちょっとなんか不安になるっていうか。だって美術館行ったらいつも鑑賞者はスタッフに監視されてて、ちょっとでもこう線に踏み込んだりしたら慌ててスタッフが止めに来たりとか、なんか万引き G メンみたいにいつも見られてる感じ、それが普通なんで、まずここで壁を押して動かすとか、ハンドルがあってもそれ回していいんだとか、ロープを引っ張っていいとか、初めてだとこのね、許可がないと触っていいとは思えなかったりとかしちゃって、でもなんかそういう自分に気づくっていうのかな。何にも気にせずサクッとやっちゃう人もいるかもだし、そわそわして何もできないで帰っちゃう人もいるかもだし、ハンドル回したりとか、ロープ引っ張ったりとか、壁を押したりして、で、結果何が起きたかもいまいちよくわかんないっていうか、面白いですよね。一番最初に見たのどこだったかな？尼崎だったかな？衝撃でしたね。何年か前に渋谷で見た時も紐を引っ張るんだけど、結局どこで何が起きてるか分かりませんでした。でもそういう戸惑いも含めて、自分の中に、鑑賞者の中に起こることも含めて作品って感じですかね。で、このベリーヘビーバッグは同時開催してる展覧会、別の会場へ鑑賞者が運ぶっていう参加型アートなんですよね。実際にそれを運ぶ人っていうのは、展示空間の中だけじゃなくて、その外とのつながりだったり、
作品を見るっていうことから、自分が見られるっていうその関係性とか、日常と非日常、いろんなこと感じたり考えたりするでしょうね。で、そうなってくると、日常生活してる中でも、もしかして、この展覧会のカバン運んでる人がその辺にいるんじゃないか、みたいに思えてきたりするのも面白かったりとか、このでっかいカバンをね、アート活動として運ぶわけですけど、これもしさ、この中に死体が入ってたりとか、なんかやばい薬物とか入ってたら、普通に犯罪なんだよなとか思って、なんか面白くなってきちゃいました。で、別会場市ヶ谷のギャラリーアルファ M では、初めて他のギャラリーからこのバッグを運んできた方に遭遇しました。ほとんどお話はできなかったんですけど、このね、バッグを運んでくる体験、どうだったのかもっといろいろ聞いちゃえばよかったな。壁が動くっていうことも、カバンを持ち歩くことも、ハンドルを回したりとかそういうのも、正直どれも写真に撮ってもあんまり意味がないっていう、そんなアートですね。この SNS 時代に SNS で拡散したいのに全部伝えきれないアート体験。なんかよくある体験型アートみたいなのとは全く違うユニークな体験ですね。この画面で見たものが全てじゃないというか、大人が無邪気な好奇心を取り戻す場っていう感じもしました。水戸の方でももっと大きな展覧会やってたようなんですけど、残念ながら行けませんでしたが、行った方はぜひ感想など教えてください。大人気だけど、これってこれでいいの？アーティストはどう思ってんの？ってあれこれ考えさせられたのが5つ目、ロン・ミュエク展です。これ2026年9月23日まで開催中です。いや大人気ですね。セサミストリートの人形など作ってた職人からアーティストになったロン・ミュエク。ものすごく精巧な人間など作ってますけど、サイズがでかかったり小さかったり面白いですね。ただなんかこのロンミュエク展って成功したって言えるんだろうか、アーティストはどう思ってんだろうっていうなんか私の中で疑問が湧いてきました。それはノートにも書いたんで概要欄見てほしいんですけれど、数字的には大成功で7月9日の時点で来館者数20万人を突破していて記録的なペースなんだそうです。大人気なのは伝わるんですけど、なんか観光地みたいっていうか、この骸骨の前で写真を撮るみたいな、その写真撮影が目的の展覧会になってる、そんな印象でした。で写真撮影は私は肯定派ですし、自分もバンバン撮るんで、ただその撮影が目的になっちゃうとなんか違うかなっていう気もします。でこのね、美術館の観光地化っていうか、これはアーティスト本人はどう思ってんだろうと興味が湧きました。 SNS に投稿するのが目的じゃなくって、何か感じてほしいこと、考えてほしいことがあるのか。でそれはもちろん鑑賞者がどうするかもあるんですけれど、作品とか展覧会の力でもっとどうにかできたんじゃないかなって偉そうなことを考えたわけです。例えば同じ森美術館で開催された2024年のベスト10にも選んだルイーズ・ブルジョワ展はもっと心にガツンときたし、考えさせられたなと。でこれどっちがいい悪いっていうか、違いの話をしてるんですけれど、そのルイーズ・ブルジョワ展概要欄からその動画あるんで見てみてください。他にも思い出したのはクリスチャン・ボルタンスキー展、2019年かな。大阪で見てもうほんとガツンときて、で巡回の東京も行って、であと新潟だったり香川県の手島にも見に行ったぐらい、それぐらいハマったんですけれど、大阪店は一緒に行った知人2人はもうとにかく怖くて嫌な気持ちになったって言っていて、でもそれってお化け屋敷的な怖さじゃなくって、死について考えさせられたり、感じることがあったからっていうことだと思うんですよね。で一方今回のロン・ミュエク展はどうなんだろうと。
骸骨がたくさんあって生と死を意識させようとしてんのかなとか、あんまりハッピーじゃなさそうな人の人形があったりとか、いろいろ考えさせたいのかなって思いつつも、なんとなく、たまたまかもしれませんが、私が SNS で見てる感じでは、写真撮影の場になってる、そんな印象で、アーティストが本人がこれに関してどういう気持ちなんだろうと。で、私の体験としては、100個の巨大な骸骨に囲まれるところでは、最初ね、ふっとイスラエルへ旅行した時に見たホロコースト記念館ヤドバシェムを思い出したんですよね。ホロコーストの犠牲者たちの顔写真がブワーって並んでる、その光景がなんか怖かったんですけど、それを思い出したんですよ。でもすぐもう次の瞬間にはもう骸骨の写真撮りまくってましたと。なんかそのアートは写真撮って SNS にアップして終わりみたいな、消費されてていいんだろうかみたいなことを考えたりする時があって、私なんかは年間1000箇所もアート巡りしてるなんて言ってるぐらいだから、私なんか一番アートを消費してる側の人間、張本人だと思われてそうではあるんですけれども、とにかく好きでたくさん見たい、刺激が欲しいっていうところがあります。けど好き嫌いはもちろんありますし、時間の都合もあるんで、じっくり見たり、後で深く考える、そんな展覧会もあれば、サクッと見て、結局記憶から消えてしまう展覧会もあるっていうのは正直なところです。作品や展覧会をきっかけにいろいろ考えることをしたいし、思わず考え込んじゃう、記憶に残る、そんなアートに出会いたいし、そういう余韻の残るようなアートが私にとってはいいアートかななんて思ってます。なんてことをロンミュエク展をきっかけにあれこれ考えることになったんで、あれ考えるきっかけになってるやんと。やっぱりロンミュエク展はいい展覧会だったということですね。っていうわけで、ここに選びました。2026年上半期、私の心を震わせたアート5つ目はロンミュエク展です。別の動画でも紹介してるんで、ぜひそちらを見てみてください。はい、ここまで5つ紹介してきたんですが、長くなりそうなんで、今回は前編としてベスト10のうち残り5つは後編の次の動画で紹介することにします。ぜひチャンネル登録して次の後編も楽しみにしてもらえると嬉しいです。で、前編の最後に少し番外編として、初見なら初めて見たんだったらもっと興奮したかも、ベスト10に入れてもよかったんだけどなーっていう展覧会をいくつか紹介していきたいと思います。どうしても初めて見た驚きってインパクト強いですよね。良い作品、良い作家さんでも、2回目以降は1回目の興奮を超えられない、そういうことも多かったりとか、そんなわけで、今回ベスト10には入れなかったけど、でもやっぱり良かったなっていう、初見なら入ってたなっていう、そんな展覧会を紹介します。はい、まず一つ目は、金巻義俊さんの創発エンティティ展、渋谷パルコで開催されてました。一つの体に複数の顔、複数の表情、心の多面性ですかね。これ木彫りの作品です。面白いですね。なんか平野啓一郎の私とは何かって本がかなり前に売れましたよね。15年前とかかな。それを思い出しました。その中で文人主義、文人っていうのを言ってましたね。分ける人と書いて文人。つまり一人の中にもいろんな人格がいて、全部自分だよねと。ネットとか SNS が普及し、裏垢を作って複数の人格を使い分けたり、あるいは家庭と職場、ネットと場所ごとのキャラクターがあったりして、どれが本当の自分なのかと悩む人いたりとか、ブレない自分を持とう、自分らしさを大事にみたいな社会とかメディアの煽りみたいな自分探しを煽るようなそんな空気感があった時代かなと思います。なんかそれを思い出す作品かなと。どんどん話それますけど、私その本書いた平野啓一郎さんを横尾忠則さんの展覧会で見かけた気がします。東京の展覧会の時ですね。いつも思うけど、
金巻さんの作品の女子たちはおしゃれですよね。金巻さんもファッション好きなんだろうな。多分。さあ、ベスト10には入れなかったけど、初見だったらもっと興奮したかもなっていう展覧会。2つ目は、ケリス・ウィン・エヴァンスの展覧会です。これもやっぱり良かったですね。見るのは2回目かな ?3 回目かな。これは作品に加えて、この場所、イサム・ノグチのこの石の庭が良くって、それでこのコラボがいいっていうのもありますね。それから3つ目は、吉田凪さんの写真展、ヒーローズ・リローデッド。これやっぱり面白いですね。少数民族の写真展。過去に何度か見てますけど、やっぱり面白かったですね。ただの少数民族の記録的な写真、資料としての写真じゃなくって、ヒーロー戦隊みたいに撮ってる感じがすごい面白くって、やっぱりこれってアートだなって感じしますね。別動画で紹介した時には、この展覧会について、かっこよすぎる少数民族ベスト7っていう形で紹介してるんで、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。そして最後4つ目、クリスチャン・マークレーの展覧会。これももう完全に単なる私好みって話ですが、なんだろうな、面白いよな。言ってみたら、俺でもできるみたいなアートに見えるんだけど、こんなこと思いつかないっていうかやんないよね。すごいな。めちゃめちゃ面白いやん。東京都現代美術館での展覧会、2021年かな、も良かったですよね。それも動画あるんで概要欄からぜひチェックしてみてください。クリスチャン・マークレー展、良かったです。さて、改めて2026年上半期の私の心を震わせたアートベスト10、まず5つ紹介しましたけど、いかがでしたか？好きだったアートとか、あるいはあなたの2026年上半期のベストアートもぜひコメント欄で教えてください。また後編の方で残り5つなんかを紹介するんで、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。